もし一生食事ができない体になってしまったら、あなたは絶望せずにいられますか。2023年10月26日、中国山東省家宅市。待て、絶対捕まえてやる。休み時間を迎えた小学校には、鬼ごっこをしている子供たちの楽しそうな笑い声が響いていました。その最中のこと、いった。全速力で走ってきた友人とぶつかった少年は苦しそうにお腹を押さえ、その場にうずくまってしまいます。その少年は小学5年生のシャオイエ君。お腹の痛みはその後何時間も収まらず、母親は近場の西部県人民病院へ彼を連れて行くのです。血の塊ができているのかもしれませんね。詳しく検査してみましょう。医師にそう促され、シャオイエ君は急遽入院することに。そしてこの翌日、彼は消化器官のほぼ全てを失ってしまうのです。休み時間の些細な事故をきっかけに消化器官の全てを失った少年。軽症だと診断されていたはずの彼の身に一体何が起こったのか。わずかなほころびから大惨事を引き落としたのは、人一人の人生よりもプライドを優先した結果だったのです。大沢すけちゃんです。みやみこです。僕最近ね、マーラータンにハマってるんですよ。マーラータン。こんにゃく麺みたいなさ。そうね。だからなんか罪悪感なくて、ただ結局具がめっちゃ入ってて、具トッピングすると意味ねえっていう。なんかでもマジで当たり外れあるわ。あ、そうなの？私知ってるのだと、七宝なんたらっていうのと、あとなんかすっごいオレンジの洋州の洋かなんかって、あとなんかサッシーが大体おすすめしてんの美味しいマーラータンやって。マーラータン詳しいね。詳しいわよかった。詳しいね。女子です。というわけで皆さんね、美味しいマーラータンのお店あったらコメント欄で教えてください。今回は中国山東省で起こった悲惨な医療事故をご紹介します。小学5年生の少年が一生食事ができない体になってしまったという非常に恐ろしい事故なんです。一体何があったらそんな状態になるのよ。まだ小学5年生なんでしょ。そんなもう生き地獄じゃない。ほんと悲惨ですよね、これ。事の発端はですね、学校の休み時間中のほんの些細な怪我からなんです。医師からは簡単な手術で済むと言われてたんですが、その日から少年の人生は一変してしまうんです。簡単な手術。2025年某日、中国山東省家宅市。病室でベッドに横たわっていた少年は、お見舞いに来ていた母親に向かい力なくこう言いました。雪を一口食べたい。今年12歳を迎えたその少年の名はシャオイエ君。母親のユエさんは彼の言葉を聞くと同時に悲しげに顔を歪めました。シャオイエ君は水も食事も口からは摂取できず、静脈注射によって栄養補給をしている状態。毎日約10時間栄養を送り続けねばならず、その暮らしは過酷と言わざるを得なかったのです。こんな生活が続くならもう死んだ方がマシだよ。そう話すシャオイエ君の頬には大粒の涙が。どうしてこの子がこんなに辛い思いをしなきゃならないの？あんな病院の言いなりになってなければ、この子は今も普通に学校に通えてたはずなのに。母ユエさんは奥歯を強く噛みしめながら、2年前息子に起こった悲劇を思い返していました。時は遡り、2023年10月26日、シャオイエ君は学校の休み時間、校庭で苦しそうにうずくまっていました。痛い。鬼ごっこの最中に友人とぶつかってしまい、腹部を強打したシャオイエ君。この時彼は一見大した怪我をしているようには見えませんでした。しかしシャオイエ君はその後何時間もお腹の痛みを訴えたため、母親のユエさんは彼を連れ、近場の西部県人民病院へ向かったのです。何時間も痛みが引かないっていうのはちょっと心配なんだけど、にしても子供が鬼ごっこの最中にぶつかっただけならそんな大怪我になることもないんじゃないと思うけど、実は痛みが続いていた原因っていうのはぶつかったこととは関係なかったんです。母親のユエさんがシャオイエ君を病院へ連れて行くと、医師は痛みの原因についてこう説明しました。どこかに血の塊ができているのかもしれません。入院してより詳しい検査をしましょう。こうして急遽シャオイエ君は検査入院することになったのですが、直後の CT 検査でまた状況が一変。胃と膵臓の間に腫瘍が見つかったため、腹腔鏡検査と手術を行う必要があると医師は説明したのです。腹腔鏡検査とは、お腹に小さな穴を開け、そこから内視鏡カメラを挿入する検査。手術をするにしても小さな切開で済む簡単なものです。お子さんへの負担もそれほどかかりませんよ。穏やかな口調で説明する医師を前に、母親のユエさんは安心して同意書にサインしました。しかしユエさんの予想に反して、シャオイエ君はこの手術で全部で6つの臓器を切除されたのです。
膵臓、十二指腸、胆嚢を全摘し胃は3分の2を切除。さらに小腸と結腸に関しても大部分が切除され50センチも残っていないような状態。消化器官をほぼ失ってしまったシャオイエ君は二度と食事ができない体となってしまいました。いくら腫瘍が見つかったって言え6つも臓器が摘出されるなんて聞いたことないわよ。ありえないでしょ。これね、病院側に明らかな医療ミスがあったんです。手術室の外で待っている両親にすらそのことが分かるぐらい手術中の様子っていうのはもうめちゃくちゃだったんです。悪夢の14時間。2023年10月26日の午後1時10分、シャオイエ君の腹腔鏡検査を終えた医師が両親を診察室へ呼び出した。検査の結果、お腹を大きく切開する開腹手術の必要性が出てきました。同意書にサインをお願いいたします。小さな切開で済むと聞いていた両親は思わず目を丸くするが、その場は同意書へサインする。よろしくお願いします。母ユエさんの言葉に医師は黙ってうなずくと、シャオイエ君が待つ手術室へと戻っていった。思ったより良くない状態だったのかしら。心配ね。嫌な予感を覚えたユエさんは隣の夫へそう問いかける。そしてこの後、その予感は現実のものとなってしまう。シャオイエ君の手術が始まって3時間半が経とうという頃、医師は再び両親を呼び出した。より複雑な手術が必要になりました。簡単に説明しますと、膵臓の一部と十二指腸、胆嚢、胆管を切除します。あまりに突飛な説明に耳を疑った両親はここで初めて声を荒げた。なぜいきなりそんな大掛かりな手術になるんですか。サインなんてできるわけないでしょう。すると医師は鋭い目つきでこう言った。それは治療に協力しないという意味ですか。医師は両親を威圧するかのような物言いで何が何でも同意書へサインさせようとする。今すぐ手術を中止してください。別の病院で見てもらいますので。お子さんは転院を許可できる状態ではありません。両親は必死で手術を止めようとするが、医師は一切聞き入れようとせず30分ほど押し問答が続いた。そして両親はしぶしぶ同意書にサイン。その後も手術室には何人もの医師が慌ただしく出入りし、両親はさらに2度新たな手術の同意書にサインを求められた。手術が終わったのは深夜2時30分。シャオイエ君が無事ではないことはもはや医師の説明を聞かずとも明らかだった。これは何か病院側が後ろめたいことを隠してるような匂いがプンプンするわよ。そうなんですよ。専門家の間では病院は緊急じゃないにもかかわらず無理やり手術を決行したんじゃないかとされてるんです。シャオイエ君の病状はそこまで深刻ではなかったにもかかわらず、約14時間に及ぶ大手術に発展。その間、両親は4回も新たな手術の同意書へのサインを求められました。何らかの医療ミスがあったことは明白で、2024年12月には第三者機関が病院に対する調査を実施。さらに2025年9月には政府機関の調査が入り、手術に対する過度な自信や手術方法の選択の不備、手術前の準備不足などが指摘されました。病院側が実施したのは膵頭十二指腸切除術という非常に難易度が高く深刻な損傷を伴うリスクのある手術方法。設備や技術が伴っていない地方病院で実施するのは無謀な手術だったといいます。専門家によれば、シャオイエ君が患っていた膵臓の腫瘍は悪性度が低く、5年間の生存率は 95%、 即座に手術を行う必要性はなく、大きな病院への転院の選択肢も十分に取れたはずでした。こんなのさ、大きな病院で見てもらってからそれからの判断で手術した方が絶対いいじゃないのよ。なんでこんな急いだように手術する必要があんの？意外な話かもしれないんですけど、大病院の熟練した医師よりも、経験の浅い医師の方が自分の力っていうのを過信しすぎる傾向があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ダニング・クルーガー効果について。ダニング・クルーガー効果とは、能力の低い人ほど自分の能力を過大評価しやすいという心理効果の一種。この理論について1999年、アメリカの心理学者ダニングとクルーガーがコーネル大学の学生を対象に実験を行いました。この実験ではユーモアセンス、論理的推論力、英語文法力の3つのテストを実施。テスト後、学生たちに自分の成績が全体の上位何%に入るかを自己評価させました。結果、テスト成績が下位 25% の学生の多くが自己評価では上位 40% には入ると考えていたことが判明。逆に成績上位の学生は自分の成績を実際よりも低く見積もっている傾向が示されたのです。
これは能力が低い人にはそもそも自分に何ができないのかを評価するだけの知識がないために起こってしまう現象とされています。能力の低い人ほど理論立てて考えることができず、理屈はなんとなく覚えているから大丈夫と漠然とした判断に頼ってしまい失敗するケースが多いとされているのです。設備や技術が伴わない中、難易度の高い水頭十二指腸切除術を実施した西部県人民病院の医師たち。結果、ミスが何重にも重なり、腸の血管の損傷によって消化器官が壊死、最終的に大部分を切除せざるを得なくなったというのがこの手術における専門家の見解です。加えて調査機関からは、患者に十分な説明をし理解納得を得た上で治療を行うインフォームドコンセントが不十分だった点も指摘されました。また病院側はこの手術の大失敗にもかかわらず手術後の対応までも不適切だったとされています。そう、病院側は手術がこれほど深刻な結果をもたらしたにもかかわらず手術内容の記録を後回しにしていました。通常、患者のカルテは医師の記憶が鮮明な間に作成しなければいけません。しかしなぜかこの病院がシャオイエ君のカルテを完成させたのは手術後24時間以上経った後だったのです。これらの問題に対しては今後相応の行政処分が下される予定となっています。ちなみにシャオイエ君は病状が比較的軽かったにもかかわらず複数の臓器が一度に切除されたことから巷では臓器売買に利用されたのではないかとも噂されました。ただ手術の経緯から原因が医療ミスであることは明らかなため現状で臓器売買の噂は否定されています。手術内容の記録を後回しにしてたってどういうこと？シャオイエ君はさ、とんでもない目に遭わされたのに病院側何もそれこと反省してなくない？正確な記録を残すつもりがなかったのはそもそもミスを隠蔽するつもりだったからじゃないかと言われてるんです。ここで気になるのはシャオイエ君の今後についてなんです。彼は現在いつまで生きられるかわからない状況に立たされているんです。人体の限界。2023年の医療事故以来口からの食事ができず2年間静脈注射による栄養補給を余儀なくされてきたシャオイエ君。雪を一口食べたい。涙を流しながらこぼしたその一言はまだ小学生の彼が食欲を満たすという行動を一切取れなくなってしまった苦しみを如実に物語っていました。母親のユエさんは事故以来調理師の仕事を辞めシャオイエ君の看病に専念。幼い息子と苦痛を分かち合うその日々の中で彼女の髪の毛は真っ白になってしまいました。そして静脈注射による栄養補給で命をつなぎ止められる時間も実はもうそれほど長くはありません。シャオイエ君の血液中では古くなった赤血球が壊れた際に生じるビリルビンの値が非常に高くなっている状態。ビリルビンは通常肝臓の働きで体外に排出されるものでこの値が高くなっていることはすなわち肝機能の低下を意味します。静脈注射による栄養補給では栄養液が消化器官を通らず直接肝臓へ送られるため肝臓にかかる負荷が大きくなります。2年間の治療で多大な負荷をかけられてきたシャオイエ君の肝臓は着々と限界を迎えつつあるのです。両親は国内の複数の病院を回り少しでも解放に向かう治療法を探しましたが残された方法は多臓器移植だけでした。莫大な費用が必要になるのもそうですが特に小腸の移植に関しては技術が確立されておらず成功率は決して高くありません。仮に成功しても生涯にわたって臓器の拒絶反応を抑える薬を飲み続けなければならないとも。2025年7月西部県人民病院はシャオイエ君の家族に対して20万元約400万円の賠償金を支払いました。しかしその額ではシャオイエ君の治療費の2年分にも満たないとされており両親は経済的にも危機に立たされています。両親は手術時の監視カメラや手術録画の公開とさらなる責任の追及を求め病院に対する訴訟を提起。2025年11月15日裁判は初公判を迎え今後の流れに注目が集まっています。人一人の人生台無しにしといて金額じゃないんだけどこれはさ400万っていうのはあまりにも低すぎる賠償金よ。裁判でなんか好転するといいんだけどねこの状況が。小学校高学年なんてこれから食べ盛りになる年頃じゃないですか。それなのにある日突然何も食べれない、いつまで生きれるかもわからないって絶望ですよね正直。病院や担当した医師っていうのは叱るべき報いを受けるべきだとね本当に思います。
入院生活が長引くにつれ、シャオイエ君は精神的にも落ち込んでしまい、このところは無言でいる時間が増えたといいます。まだ小学生の彼がもう2年も美味しいという感覚を味わえず、友達と遊ぶ機会さえも奪われてしまったその苦痛は計り知れません。シャオイエ君の状態が今後少しでもいい方向へ向かうようただ願うばかりです。そして今回の医療事故は、医師の言うことが必ずしも信用に値するとは言えないことを示唆しています。医療従事者の方々に規範を遵守していただくのは当然のこと。私たちも間違った選択をしないために、一人の医師を信用しすぎず複数の意見を聞くことが大切です。もし医療ミスで人生を台無しにされてしまったら、あなたはその絶望とどのように向き合いますか？もしあなたの愛する人がひどい目に遭っていると知ったら、あなたは声を上げられますか？2025年9月10日、中国北京市内、深夜の高級住宅街で男性の悲鳴が響き渡りました。何事かと窓を開ける近隣住民もいましたが、外は暗く何も見えません。誰もが男の鬼気迫る悲鳴に恐怖を覚え、この時現場を確かめに行く勇気のある者はいませんでした。しかし翌朝午前6時頃、近隣住民が犬の散歩中、路上でうつ伏せに倒れる一人の男性の遺体を発見します。住民の通報により警察が駆けつけますが、男性はすでに亡くなっていました。この男性の死はその後、中国国内のみならず複数の国で大きな騒ぎになります。なぜなら、亡くなった男性の正体は中国で大人気のイケメン俳優だったのです。順風満帆にキャリアを積んできた俳優の転落死。深夜の住宅街に響き渡った悲鳴の真実とは。あまりにも不審なこの死亡事故、最終的には中国政府による規制まで受けることに。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。